皆さんこんにちは。プッティモンキーレンチのお時間です。第5回となるシェイプレイヤー入門ですが、今回はパスのオフセットという機能を使ってこんな感じのモーションを作成していきたいと思います。前回解説したモーフィング同様にオフセットという言葉も普段聞かない言葉です。私もオフセットの意味がよくわからず、最初の頃は混乱していました。オフセットとは基準となる値からオフセットに入力した数値分をずらすことができる機能です。これだけ聞いてもよくわからないですが、実際に見てみましょう。この P という文字ですが、これが基準となるパスになります。このパスに対してオフセットをするとこうなります。パスを基準としてそこから外側に広げたり、内側に引っ込めたりすることができます。スケールで拡大した時のように、ただ文字が拡大しているのではないことがわかると思います。アフターエフェクツにはオフセットというプロパティが他にもありまして、例えば第2回で解説したパスのトリミングなんかにもオフセットの項目がありました。パスのトリミングでオフセットを使うと、こんな感じでラインをスライドさせるアニメーションを作ることができます。いろいろなところで目にすると思うので、ぜひこの機会にオフセットと仲良くなりましょう。では早速行ってみましょう。まずはコンポジションを作成しましょう。コントロール N で新規コンポジションを作成します。サイズは幅1920、高さ1080で、フレームレートは30にします。デュレーションは2秒としておきます。ちなみに、ここのデュレーションの表示が時間ではなくフレーム数で表示させたい場合は、一度コンポ作成のウィンドウから抜けるか、OK ボタンで作成してからタイムラインパネルのここですね。この現在の時間を表す数字をコントロールをしながらクリックすることで切り替えることができます。切り替えてからコンポジション設定を開くと、デュレーションにも表示方法が反映されるようになります。お好みの表示方法にしてお使いください。では背景を作成します。コントロール Y で新規平面を作成します。好きな色を指定して OK を押しましょう。背景ができました。この背景の色なんですが、他の色に変えたいとなった時に、コントロール、シフト、Y を押して平面設定を開き、さらにカラーを変更して OK を押して、再度平面設定で OK を押すといった感じで操作が多く少し面倒ですが、エフェクトを適用することで少しだけ変更が楽になります。せっかくなのでエフェクトの適用も含めて実際に試してみましょう。おすすめツールでも紹介した FX コンソールを使っていきます。平面レイヤーを選択した状態でコントロール、スペースで FX コンソールのウィンドウを開きます。エフェクト名を入力してみましょう。今回適用するエフェクトは塗りです。私は日本語入力の切り替えが面倒なので、フィルと打つことで検索できるようにしています。エフェクト名を入力できたらエンターキーで適用できます。FX コンソールを導入していないという方は、メニューバーのエフェクトを開いて画面から塗りを探して適用してください。適用すると平面の色が赤に変更されたと思います。塗りというエフェクトはシンプルな機能で指定した色でレイヤーを塗りつぶしてくれるエフェクトとなります。塗りが適用できましたら、エフェクトコントロールでカラーを変更してみましょう。エフェクトコントロールパネルが見当たらない場合は、エフェクトを適用した平面レイヤーを選択した状態で F3 を押すと表示されるようになります。カラーをお好みの色に変更して完了です。平面設定で色の変更をしても良いのですが、色の管理にはエフェクトを利用した方が便利だったりします。状況に合わせてお使いください。ではいつも通り背景の平面が動かないようにロックしておきます。次にペンツールで線を描いていきます。今回作るアニメーションのこの部分ですね。ショートカットで G を押してペンツールに切り替えます。ツールバーのここからでも変更可能です。ペンのアイコンになっていることを確認してください。で、今回は塗りは必要ないので、塗りと書かれた文字の横にある
色変更のアイコンをオルトを押しながらクリックしてオフにしましょう。線は必要なのでオンにして、色も好きな色にしてください。私は白にしておきます。線幅はとりあえず35に設定します。では、パスを書いていきます。画面の外から出現させたいので、1つ目のポイントを画面外に打ちます。そのまま右方向にマウスを移動させて、シフトを押しながらクリックして、水平にパスを引きます。次に画面の中心あたりにパスを打ちます。で、しっかりと中心にパスのポイントを配置したいので、グリッドを表示しましょう。コントロール、コロンでグリッドを表示します。続いて、コントロール、シフト、コロンでグリッドへのスナップも有効にしておきます。最後に打ったポイントにカーソルを合わせると、ペンツールから黒いアイコンに表示が切り替わります。その状態になると、ポイントを移動させることができます。ドラッグして画面の中心にスナップさせましょう。スナップできたらグリッドは不要なので、再度コントロール、コロンでグリッドを非表示にしておきます。では、ペンツールを維持したまま作成したパスを編集していきます。パスの編集はペンツールと選択ツールどちらでも編集することができますが、操作方法が若干異なりますので、今回はペンツールで編集していきます。2つ目に作成したポイントの上で、オルトを押したままにしてください。するとカーソルが切り替わります。この状態でクリックやドラッグすることでパスの性質を変化させることができます。オルトを押しながらドラッグしてみましょう。すると直線的だったパスが曲線に変わります。この時、シフトも組み合わせることで綺麗に水平にドラッグすることができます。次に画面の中心にあるポイントも調整していきます。同じようにオルトとシフトを押しながら今度は下方向にまっすぐドラッグします。この時、動かす方向が合っているかしっかり確かめましょう。例えば動かす方向が逆だった場合、パスの見た目が変わってしまいます。おかしくならないように確認しながら行ってください。あとはお好みでパスを調整していきます。ポイントから伸びたハンドルをドラッグしてパスの編集を行うのですが、片側だけを操作したいのに反対側のハンドルも動いてしまいます。こんな時はコントロールかオルトをしながら操作することで片側のハンドルだけを動かすことができます。ハンドルをリセットしたいとなった時はオルトをしながらポイントをクリックすればやり直すことができます。では今回のメイン機能であるパスのオフセットを追加しましょう。コンテンツの右側にある追加ボタンからパスのオフセットを選択してください。パスのオフセットを開いてみます。いろいろと項目が並んでいますが、この中の量という項目を変更してみましょう。ドラッグして数値を変更してみると、線のアウトラインの形状が変化していきます。今回は40に設定します。次に線の結合という項目をマイターからラウンドに変更して線の端を丸くしておきます。線の太さが気に入らない場合は線幅を調整することで変更可能です。ベースの形状が完成しました。次はこの線をアニメーションさせます。以前にもやったパスのトリミングを追加していきます。パスのトリミングを追加すると、パスのオフセットの下の階層に適用されるのですが、このままだと意図しないアニメーションになります。こんな感じで順番が違うと見た目が大きく変わります。今回は右側に流れているようなアニメーションにしたいので、パスのトリミングをパスのオフセットの上に来るように配置を入れ替えておきます。パスのトリミングを開いて、開始点と終了点にキーを打ってアニメーションを作っていきます。終了点を0にして、開始点にキーを打ちます。10フレーム進めて、開始点を100にします。終了点は5フレーム目にキーを打ち、そこから7フレーム進めて100に変更します。この辺は自分のセンスに任せてタイミングを調整してみてください。基本の動きはできたので、このまま動きに緩急をつけていきます。今回作るアニメーションでは、線が画面の中心に集まって円形が登場するといった動きをします。円形がポンと登場するので、ここのタイミングでは勢いが必要になります。なので、パスのトリミングの動きは徐々に加速して中心まで一気に流れていく。
といった動きにしたいと思います。ということで、開始点と終了点の動き始めのキーを選択して、キーフレーム速度の影響を高くします。アニメーションの終わりは減速する必要はないので、このままで OK です。厳密には最高速度でアニメーションを終えたいので、最後のキーフレーム速度を調整する必要があるのですが、キーフレーム速度だけでは調整が難しい動きになります。本来こういう動きはグラフエディターと呼ばれる機能を使うのがいいのですが、少し難しい機能なので、グラフエディターについては改めて解説する動画をアップします。もしグラフエディターを使用できる方は、最高速度でアニメーションが終わるように調整してみてください。では再生してみましょう。いい感じになるまでキーフレームのタイミングや速度を調整してみてください。では次にリピーターを使って今作成したアニメーションを対角線上に複製します。追加からリピーターを選択します。リピーターを開いてコピー数を2にします。次にトランスフォームリピーターを開いて位置を0に変更して回転に180を入力しましょう。これで対角線上に同じ動きを作成することができました。次は円形が登場するアニメーションを作成していきます。楕形ツールに切り替えて円形を作成します。さっき作った線のアニメーションに合わせてサイズを変更しておきます。パスのトリミングで作ったアニメーションが終わるタイミングでこの円形のシェイプを登場させたいのでレイヤーを移動させます。レイヤーを直接ドラッグしてもいいのですが、便利なショートカットがあります。時間インジケーターを任意のタイミングまで移動させます。移動させたいレイヤーを選んで、カッコを押すと、レイヤーの視点を起点に移動してくれます。終点を起点にしたい場合は、カッコの閉じる方を押すことで可能です。では、この円形をアニメーションさせましょう。今回は以前紹介したモーションツールズを使って簡単に作成したいと思います。レイヤーの視点でサイズにキーを打ってから4フレーム移動させてサイドサイズにキーを打ちましょう。値に変更がない状態でキーを打つ場合は、サイズのプロパティの左側にあるひし形のアイコンをクリックします。で、最初に打ったキーに戻って値を変更します。ショートカット J と K で現在の時間インジケーターを前後のフレームに移動させることができます。前のキーフレームに移動する場合は J。次のキーフレームに移動させたい場合は K を押します。サイズを大きくします。私は150に設定します。で、サイズのプロパティを選択した状態で、モーションツールズの中にあるイラスティックを押します。再生してみましょう。自動でアニメーションが作られました。サイズの値の変動と、それにかかったフレーム数を自動で計算してアニメーションを作ってくれます。細かくアニメーションを調整したい場合は、エフェクトコントロールに追加された項目を調整します。それぞれどういう役割があるかは画面に出しておきます。私は周波数にあたるフリークエンシーの値を60に変更します。これで拡大と縮小を繰り返す回数が少し増えるので、勢いを演出できます。では最後にパスのオフセットを使用して波紋のようなエフェクトを追加していきます。先ほど作成した円形のシェイプレイヤーを複製します。複製できたら線幅を細くします。私は10に設定します。次に先ほどモーションツールズを使って円形に設定したバウンスアニメーションを解除します。モーションツールズで作成されたアニメーションにはエクスプレッションというものが使われています。エクスプレッションとはプログラムで動きや処理を自動化してくれるものです。U を2回素早く押してみましょう。するとサイズという項目に打たれたキーフレーム以外にサイズに設定されたエクスプレッションが表示されます。ここの文字の羅列がエクスプレッションです。このエクスプレッションを自分の手で打つのは大変なんですが、解除するのは簡単です。オルトを押しながらエクスプレッションが設定されているプロパティのストップウォッチアイコンをクリックするだけです。これでエクスプレッションが解除されました。ついでにレイヤーに適用されている不要なエフェクトも削除しておきます。コントロール、シフト、E でレイヤーに適用されたエフェクトをすべて削除することができます。このシェイプのサイズに打たれたキーも不要となるので削除しておきます。ストップウォッチのアイコンをクリックするとキーフレームを削除することができますが、注意する点があります。
キーフレームを削除した際のサイズは、現在の時間インジケーターで表示されているサイズに固定されてしまいます。今回は開始時のサイズを継承したいので、レイヤーの開始点に現在の時間インジケーターがあることを確認して、キーフレームを削除しておきます。ではこの円形シェイプにパスのオフセットを追加して肉付けを行っていきます。追加からパスのオフセットを適用して、プロパティを開きましょう。今回はコピー数という項目を使います。コピー数を8に設定します。で、量の値を変更すると、コピーされたシェイプが広がっていく動きを作ることができます。量の値にキーを打って、広がって消えていくアニメーションを作成しましょう。開始時に0でキーを打ちます。20フレーム進めて、シェイプが画面外に消えるまで数値を上げていきます。再生してみましょう。いい感じになったでしょうか？キーフレーム速度やキーを打つタイミングなどでアニメーションの見た目は変化します。自身のいいと思える動きを追求してみてください。今回は以上です。いかがだったでしょうか？今回は今まで勉強してきたパスのトリミングやリピーターの他に、新しくパスのオフセットやエフェクトの適用などを見ていきました。一度ではなかなか覚えるのが難しいですが、何度か見直したり、今回の機能を利用して違ったアニメーションを作成して、ぜひ自分のものにしてください。最後まで動画を見ていただきありがとうございます。またお会いしましょう。さようなら。